12月14日午後2時13分。この時点で外気温は摂氏5度。宿周辺の美しい住宅街を通り旧市街へ向かうところです。コモリンが絆創膏が欲しいというので近くの薬局に寄ります。さて、路面電車に乗って旧市街に向かいます。チャリンさて、お目当ての旧市街シュノーワ地区に来ました。ここは13世紀から文献に登場するブレーメンで最も古い地区で、以前は船、水運に関わる職人たちや船乗りたちが暮らしていたため、紐やロープを意味するシュノーワという名前がついているそうです。現在も細い路地に15、16世紀の小さな家々がぎっしりとひしめき合い、その中に手仕事のお店やカフェ、ギャラリーが並ぶブレーメンでも特に人気の散策エリアになっています。明かりがつき始めてきたね。気になる。何か中庭のようなところに出ました。ヨーロッパの古い街を歩いていると、時々こういったショーウィンドウのある通路に出会います。かつてはちょっとしたウィンドウショッピングや地域の情報の掲示場所だったのかもしれませんが、今はどこも使われていない印象です。そしてブレーメンには世界で最も狭い通りの一つがあります。カッツンガング、猫の小道と呼ばれるこの通りは最も狭い部分でわずか53センチしか道幅がないそうです。行ってみましょう。
Grazie.カッツンガングを出るとカフェやお店が軒を連ねるビーステシュテッテに出ます。夕方4時、だんだんと明かりが目立ってきました。さてぼちぼちブレーメンのクリスマスマーケットへ向かいたいと思います。あ、なんだここは。かわいい八角形。Het is leuk voor even, maar het is wel mooi.
ブレーメンのクリスマスマーケットは私が思っていたよりずっと大きく感じました。もちろん規模で言えばニュルンベルクのクリスマスマーケットなどの方が大きいのですが、あちらが広場の中に整然と屋台が並んでいるのに対して、ブレーメンは個性豊かなたくさんのログハウスが通りにまではみ出して、街の中心そのものが冬の村になっているような印象を受けました。いくつかの魅力的な屋台をご紹介します。このクレープ屋さんは私のお気に入りです。可愛かった。聖ペトリ大聖堂のスケールにも驚かされました。こちらはブレーメンの音楽隊がテーマのお菓子屋さん。そしてもう定番ですね。ローテンブルクに本店を持つクリスマス専門店ゲーテ・ウォルファウルトも出店していました。音楽隊の動物たちが楽しそうに経営しているお店もありました。こちらはもう遊園地ですね。この屋台も凝っていました。テーマパークそのものといった感じです。こちらはじゃがいも大国ドイツらしいお店、ポテトフライのお店ですね。ボンボンアポテークキャンディー薬局と書いてあります。こちらは定番の薪で炙ったサーモンのお店。美味しそう。屋台は建物の脇にまでびっしりと立ち、通りの向こうまで続いていました。さて、じゃがいも好きのコモリンに選んでもらった本日のスナックはこちら。カルトッフェルパッファーというじゃがいものパンケーキにアップルソースをたっぷりかけていただくものです。アップルソースは無料でかけ放題なのですが、ドイツ在住の方のブログでニンニクソースが一番合うと読んだので、こちらも別で注文してみました。私はどちらもとっても美味しいと思いました。どう？美味しい。美味しい。甘じょっぱ。甘じょっぱ。私も食べてみよう。美味しい。いただきます。これってスプーン？いや、本当はスプーンで食べるものじゃないから、
いいけど、私たちはスプーンの方が楽なんでよいしょ。ありがとう。人参が美味しい。美味しい？甘い。甘いよね。この調理済みの人参めちゃくちゃ旅の途中は助かる。うん。美味しい。アイオリソースもアイオリソースついてて、ずっとスペイン語のありがとうってなんだっけってあそこで言おうと思って、オブリガーダはポルトガルだし、オブリガーダじゃなくてとか、デナーだどういたしまして覚えてたけど、ありがとうはなんだっけでも全然出てこなかった、ね、いただきます。温まってる。やっぱりオーブンで温めて正解。美味しい。私家にあれがないからさ、電子レンジが。鍋で温めるかオーブンで温めるかしかなくて、電子レンジで温めるとごめん。そうなんか電子レンジだと私もちょっとあれだなと思った。なんか電子レンジってよく使っちゃうけど、楽だよね。なんかでもオーブンってほっこりした温かさっていうか、なんか違いますよね。全然違う。グラシアス。それだ。なんでデナーだ。12月15日午前10時28分。この時点で外気温は摂氏8度。昨晩夜中になんだかすごく寒いなぁと目が覚めた後、その後体中が痛くなって一気に熱が上がり、この日は一日寝込んでしまいました。ブレーメンに到着した日のバタバタの疲れがどっと押し寄せてきたようです。昨日買った天使さんに見守られ、一人でベッドで寝ています。いただきます。私が熱を出して寝てる間、コモリンがご飯を作ってくれました。パスタと残ってた人参まだしぶとく残ってた人参、マッシュルーム、あとカリフラワーも入ってる、とちょこっとベーコン的な、ちょこっとだね、入ってます。いただきます。あったかい。寒気がする。美味しい。優しいお味。根気エビが入ってる。コモリンは漢方の勉強をしてたので、これが食べ物について詳しいんです。嬉しいね。映ってるかな。すごい風邪の時、風邪じゃないと思うけどね、疲れが出ただけだと思うけど、優しいご飯です。マッシュルームいっぱい入ってる。私キノコに食物繊維が入ってるって知らなくてね、今回初めてコモリンに食物繊維たっぷりですしねって言われて、キノコって美味しいだけじゃないのみたいな感じで、そんな食卓でございますね。ごめんね、ブレーメン2日目をすっかり潰してしまいましたけど、こんなこともあるさということで、明日はケルンに向けて熱冷まし飲んで向かいたいと思います。さて、ハンザ都市ブレーメンのお散歩旅いかがでしたでしょうか。2日目は寝込んでしまいましたが、元気なうちに素敵な旧市街やクリスマスマーケットを見られて本当に良かったです。
次回は最終目的地への乗り継ぎのために滞在した大都市ケルンへの旅をお届けします。それではまた次の動画でお会いしましょう。